チャオアトゥッティ、こんにちは皆さん。イタリア暮らし12年目のナオミです。イタリアで暮らしているとありえないと思うことが本当によくあります。最初の頃はその度にイライラしたり落ち込んだりしていました。でも12年暮らしてきて少し考え方が変わってきました。今日は海外暮らしいろいろ第4弾、思い通りにいかない状況との付き合い方についてお話ししたいと思います。イタリアで暮らしていると日本のように予定通りに物事が進むことはあまりありません。役所や公共機関の対応、電車やバスの遅れやキャンセル、約束の時間、ちょっとした手続き、思った通りに進まないことが日常的にあります。最初は驚きますし戸惑います。なぜならいざ何か起きた時の心の準備がないからです。何か問題が起きた時、最初は何とかしようと思います。でもどうにもならないこともあります。相手の都合、制度の仕組み、文化の違い、自分の力では変えられないことがあると気づきます。例えば滞在許可証の更新、もう期限が切れているのに更新の手続きを済ませてもすぐには手元に届きません。ひどい時には更新手続きに約1年かかり、その間滞在許可証がないまま過ごさなければならない時もありました。飛行機の乗り換えでヨーロッパ経由で日本に帰るとき、その滞在許可証がなければ基本ドイツやフランスなど通過できません。前に一度飛行機が変更になってやむなくフランス経由で日本に帰らなければなりませんでした。その時に滞在許可証はすでに更新済みで数週間後に取りに行くことになっていました。その旨をフランスでのパスポートチェックの際に伝えたのですが、1年も前に更新して未だに手元にないなんてありえないと言われて、約40分間拘束されて通してもらえませんでした。他の国ではありえないことでもイタリアでは大いにあり得る。それを分かってもらうのに大変苦労しました。これは私が何とかしようと思ってもどうにもならないことで待つしかないというのが現状です。そして自分が悪くなくても問題に巻き込まれることもあります。私がイタリアに来て間もなく自営業として事業ナンバーを登録し、郵便局で荷物を送る際のビジネス契約をしていました。ある日、荷物を送った請求書が送られてきましたが、身に覚えのないものでした。私が送った荷物の請求書ではありません。偽の請求書や詐欺はイタリアでは日常です。それをカスタマーサービスに説明して解決するのにも多大な時間と労力を要しました。結局運送会社まで行って直接話してやっと解決しました。その時の窓口のスタッフの女性、名前が今でも覚えています。クリスティーナさん、とても親切に対応してくれて無事解決することができました。本当にラッキーでした。海外で身についたのは、すべてをうまく解決する力というよりも、うまくいかない状態のまま過ごす力かもしれません。すぐに解決しないことになれる。完全な答えが出ないままでも生活を続ける、そういう感覚です。日本はある意味とても整った社会です。予定がある程度推測できる。ルールが明確。進み方が安定している。だからこそ安心感があります。その違いに気づいたとき、どちらが良い悪いではなく、違いがあるということを理解するようになりました。昔は思い通りにいかないことを問題だと思っていました。でも今は少し違います。思い通りにいかないことはただの現象であって、必ずしも解決しなければいけないものではないのかもしれません。状況そのものよりも
それにどう対応するかの方が自分の生活を左右する気がします。焦るのか、受け入れるのか、一度距離を置くのか、選択肢は自分の中にあります。起こってしまったことは仕方がないと割り切る力。一人では解決できないときは人に助けを求める。ここは日本と違って自分一人では解決できないことがたくさんあります。話が通じない、電話も通じない、どこへ行って聞けばよいかもわからない。時間はかかるかもしれませんが、解決策はあるはずです。イタリアで暮らしていると思い通りにいかないことは日常です。でもその中で少しずつ学んだのは、思い通りにいかないことをなくすのではなく、それとどう付き合うかを変えていくことでした。そしてそれは海外生活だけでなく、人生そのものにも通じることなのかもしれません。皆さんは日々の暮らしで思うようにいかないときはどのように対処していますか？コメント欄で教えていただければ嬉しいです。このチャンネルではトスカーナの日常と移住のリアルな葛藤を発信しています。共感いただけたらぜひ登録して見守ってください。ではまたね。チャオチャオ。